Deborah and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、イギリスのアカデミー賞、BAFTAからの話題になります。先日ですね、この授賞式が開催されたんですが、これが BBC から放送されますと、とんでもない放送事故が起きてしまいました。現在これによりですね、大論争となっておりまして、もう収拾がつかない状態になってしまっているんですね。本日は一体何が起きたのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、つい先日になります、第79回英国アカデミー賞の授賞式が開催されました。するとですね、ここにね、非常に評価の高い映画の関係者として招かれていた人物、この人物が原因でですね、現在、大論争となってしまっているんですね。で、これを受けましてですね、これを放送してしまった BBC が謝罪をするという事態に発展したんですが、まだまだね、この論争は収まっていません。BAFTA の N ワード騒動をめぐる反発が強まる中、ジェイミー・フォックスとウェンデル・ピアスがその Outburst を批判。ということで早速ですが、こちらですね、Outburst とあります。こちらが本日のキーワードになります。Outburst。突然の強い感情の噴出。特に怒り。ということでね、こちらの Outburst というのは爆発という意味になります。噴出とかね。で、これはね、こちらの説明にもありましたが、感情的な爆発。これを指す単語となっています。日本語ではね、突発とも訳されるんじゃないかなと思いますが、いきなり怒ったりね、怒鳴ったり、感情をね、外側に爆発させる。こういった意味になります。ということで、こちらは、BAFTA の N ワード騒動をめぐる反発が強まる中、ジェイミー・フォックスとウェンデル・ピアスがその突発的な発言を批判。日曜日、BAFTA でトゥレット症候群の活動家、ジョン・デビッドソンが起こした突発的な発言をめぐる余波は、ジェイミー・フォックスとウェンデル・ピアスがこの出来事への失望を表明した後も続いた。デビッドソンは自身のトゥレット症候群によって引き起こされる敵意と向き合ってきた人生に着想を得た映画、I Swearが複数の賞にノミネートされていたため、BAFTA に出席していた。式の最初の賞を発表するために俳優レルロイ・リンドンとマイケル・ B・ジョーダンがステージに立っていた際、彼が N ワードを含む叫び声を上げるなど式典中に何度も叫んでいるのが聞かれた。ということでね、ここではね、何が起こったかと言いますと、今回ですね、BAFTA、これはね、英国のアカデミー賞です。この授賞式が開催されたんですね。するとここでね、最優秀視覚効果賞でしたかね。これアバターのファイアー&アッシュだったんですが、このね、プレゼンターとして、こちらのね、マイケル・ B ・ジョーダンと右側にいますデルロイ・リンド、この二人がプレゼンターとして登壇しました。するとですね、この時に、その会場からね、黒人に対しての差別用語とされております。ちょっとね、ここでははっきり言えないんですが、これね、N ワードと言われます。あれですよ。あれを叫ぶ声というのが聞こえるんですね。じゃあこれを叫んだのは誰だったのか。先ほどから出ていましたね、トゥレット症候群とありました。これを患っている人物がここに出席していたんですね。これがね、先ほどから出ていましたジョン・デビッドソンという人物でした。じゃあなんでこの人が出席していたのという話になるんですが、実はですね、この人を題材とした、まだ当時ね、トゥレット症候群というのに理解がなかったこの時代にどれだけ苦労してきたのか、彼のこの苦悩を描いた映画がこのBAFTAにノミネートされてたんですよ。だから出席してたんです。それがこちら I Swear という映画で、2025年のイギリスの電気ドラマ映画。本作は重度のトゥレット症候群を持つスコットランド人ジョン・デビッドソンの実話に基づいており、1989年のテレビドキュメンタリー以降の彼の人生を主に描いている。そしてここがポイントです。当時彼の症状はほとんど認識されていなかった。ちょっとね、この最後の部分覚えておいてくださいね。この当時はこの症状ほとんど認識されていなかったと。で、この映画がですね、それは凄まじい高評価なんですね。これ見てください。こちらね、ロッテントマト、オールクリティクス 100%、はい、トップね、何%だと思いますか？はい、100% と。そして、オールオーディエンス 99% ということで、確かにね、予告編を見るだけでも、もう本当に面白そう。これはぜひ見たいですね。役者陣もね、ほんと素晴らしいなと思いましたが、実際ですね、今回このね、I Swear は、このBAFTAでね、受賞もしてるんですよ。このBAFTAでは、6部門にノミネートされ、3部門を受賞しました。つまりね、プレゼンターに暴言を吐いてしまった人物というのは、この映画の主演のモデルになっている人物なんですよ。これわかります？映画にまつわる話なんだけど、映画みたいな話でしょ？この当時はね、トゥレット症についての理解がなかった。その彼の苦悩というのを描いている映画が、今回の英国アカデミー賞にノミネートされ、そこにそのモデルになった彼が出席したことによって、その症状が出てしまい、現在大論争になっていると。そこでですね、まず大問題となったのは、これを放送した BBC でした。というのもですね、この授賞式というのは、
生放送ではなかったんですね。これね、実は2時間前に録画されたものを放送していました。これについてはね、以前もこのチャンネルでお話ししたと思いますが、基本的にね、海外には完全に生放送をするということがないんですね。これね、微妙に時差があります。つまりこれにより、その放送中に何かがあった場合、例えば放送事故もそうですが、ここをね、検閲するんですね。で、今回のね、この授賞式に関しては、2時間の時差があったんですよ。これもはや収録ですよね。2時間の時差があったと。にもかかわらず、この場面が丸々放送されてしまいました。これにより BBC はね、後に謝罪することになります。BBC の広報担当者は、デビッドソンの叫び声について謝罪し、次のように述べた。2026年、バフタ映画祭の放送中に、強い、不快な言葉が聞こえた視聴者がいた可能性があります。これは、トゥレット症候群に伴う、音声チックに生じたもので、意図的なものではありません。放送された言葉によって不快な思いをさせたことをお詫びいたしますと。でね、ここで出てきます、トゥレット症候群とかチックとか、これ一体何なのと思う方もいらっしゃるかもしれません。まずですね、このチックというのが、突発的にね、体が動いてしまったり、声が出てしまったり、こういった障害なんですね。で、これが発展しますと、トゥレット症候群と診断されると。ちょっとごめんなさいね、ふた専門家じゃないんで、もし違ってたらコメントで修正していただきたいですが、で、このね、チック症の中には運動チックとか音声チック、こういったものがありまして、この音声チックの中の一つに、汚言症というね、つまりは暴言を発してしまうという症状があると。なので先ほどね、この BBC の広報が謝罪していたのは、ここでね、放送されてしまった音声チックのことだったんですね。で、これが今回ね、もう本当に皮肉だなと思うのは、ここなんですよ。ジェイミー・フォックスはこの出来事に関する投稿で、受け入れられない。いや、あれは本気で言ったんだ、と述べた。ということで、スパイダーマンやジャンゴでおなじみの黒人俳優、ジェイミー・フォックスが、あれはね、本気で言っているんだと、SNS に投稿したというんですよ。いや、そんなわけないだろって話ですが、これトゥレット症でしょ？いや、だから先ほども見たでしょ。この映画ですよ。これはね、この当時、トゥレット症に理解がなくて、もう周りからね、誤解されて、大変な人生を歩んできた彼のストーリーを描いているんですね。でも結局ね、今もそうじゃんって話になっちゃってるんですよ、これ。すごい話でしょ。ジェイミー・フォックスね、ほんとね、出てる作品もよくって、僕とはね、これ大昔の映画になりますが、エニー・ギブン・サンデーっていうのがね、大好きでして、これね、オリバー・ストーン監督、そして制作総指揮がリチャード・ドナーというね、この中のね、アルパチーノとキャメロン・ディアスも最高で、ご覧になってない方ね、ぜひご覧になってください。この中のね、ジェイミー・フォックスもほんと良かったんですよ。あとトム・クルーズのコラテラルも良かったでしょ。なんだけど、ちょっとね、今回の発言に関しては、いや、わかりますよ。黒人としてね、腹が立つというのもわかるんですが、この人に対してね、お前本気で言ってるだろうというのは、さすがに理解なさすぎじゃないかなと思ってしまいましたが、皆さんどう思われますか？この他にもね、ジャーナリストやその他の俳優たちが、これに対してのね、怒りを表明していると。そして当の本人のね、デビッドソン氏も、これに対しての声明を出しています。声明の中でデビッドソンは、もし私のチックが意図的なもの、あるいは何らかの意味を持つものだと受け取られてしまったのであれば、大変申し訳なく思っています。私はこれまでの人生を通して、トゥレット症のコミュニティを支援し、力づけ、他者に共感や優しさ、理解を促すことに努めてきました。そしてこれからもそれを続けます。自分の症状が周囲を不快にさせていると感じたため、式の途中で退席させていただきました。つまり、トゥレット症の人々が直面している恐ろしい敵意や無理解を描いた映画のモデルとしてバフタに免れていた男性が、今、自身のトゥレット症を理由に同じような敵意や無理解にさらされているということですか。まさにこれですよね。本当にね、映画みたいな皮肉な話だなと思いますが、功績にはこうなってるということですよね。トゥレット症と共に生きてきた自分の人生を映画にして、人々が自分のチックを誤解しないようにしようとしたのに、その映画がバフタを受賞しても、なお人々があなたのチックを誤解し続けている。こちらおなじみデスカッシングフィルムがこれを伝えています。混乱しています。もしバフタが生放送ではなかったのなら、その部分は生放送前に編集でカットされるべきだったんじゃないんですか。これはね、もう言ってる方めちゃくちゃ多いです。今回ね、わざわざ2時間ずらして放送してるにもかかわらず、これを放送してしまった BBC どうなんだと。ちなみにね、これ、相当長い時間ね、残ってしまっていたということで、なんでこれ気づかなかったのと言われてしまっているようですね。どうして授賞式委員会の誰一人として、その後、彼らに声をかけなかったんだ。さらにはこれを放送して、さらに彼らに恥をかかせるなんて。ね、プレゼンターの2人に関しては、こういった目にあったにもかかわらず、バフタ側からはね、何の声もかからなかったと言われています。疑問なんだけど、なぜ彼の症状が黒人の司会者2人がステージに立っているその瞬間に人種差別的な抽象を口にしたんでしょうか。疑問なんだけど、なぜ彼の症状が黒人の司会者2人がステージに立っているその瞬間に人種差別的な抽象を口にさせたのかということ。英語には他にいくらでも単語があるのに、なぜあの特定の言葉があのタイミングで出たんでしょうか。
という、つまりはこれね、お現象ということなんですが、やっぱりね、このあたりが理解できないということですね。もし誰かがトゥレット症なら、ああいう社交的な集まりには近づけるべきではない。誰もがその症状を理解して配慮してくれるわけじゃないし、世の中全体が理解するなんてことは絶対にない。BBC には2時間その場面を放送からカットする時間があった。それなのにあえてそうしなかった。何が起きたのか分かった上で無修正のまま放送したんだ。彼らはあの状況をプロフェッショナルに対処した。あれがトゥレット症によるものであることはみんな理解しているが、それでもあの二人はステージ上で人種差別的な中傷をその場で受け止めなければならなかった。バフタ側はただ彼らに対応を任せるのではなく、舞台裏で声をかけて支援を申し出るべきだった。ということでね、ここでは主にこのプレゼンターの2人の対応ですね。彼らを称賛する言葉と、それでも BBC の対応は擁護できないよね。そのような意見がね、大半を占めているのかなと思います。はい、ということで本日はですね、英国アカデミー賞バフタの授賞式で起こりました放送事故。これにより現在様々な議論が交わされているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、この BBC とバフタに関しては、ちょっとね、やっぱり擁護できないのかなと思いますね。やっぱりね、それがたとえ病気だとしても、人種差別的な言葉をね、ぶつけられてしまったというのは事実なので、これに対してね、フォローしないというのはちょっとどうかと思うし、これをね、そのまま放送することにより、傷口をね、広げてしまった感があるので、ここはね、批判されても仕方がないのかなという気はしますね。で、現在はですね、これに加えて、そもそもね、こういった症状を持っている人を、こういった輪に呼ぶべきなのか、ちなみにね、ここ、王室メンバーも出席していたということで、そもそも呼ぶべきじゃなかったんじゃないか、そんな議論も交わされているようですね。ぜひね、これに関しましては、皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。